皆さんこんにちは、沖野です。今日はですね、2026年版アンダーウェアのルックブックということでやっていきたいんですけれども、ご覧の通り、今日個室ジムをちょっと借りてまして、この中で撮影をしていこうかなと思ってます。ちょっと前置き長くなるんですけど、アンダーウェアのルックブック何回かやっていく中で、アンダーウェアを自分で作ってみたいなっていうちょっと願望がありまして、実現するかはわかんないんですけど、もし実現したら、ぜひ見ている方にもなんかお届けできたらなと思っていて、っていうことは自分の理想を追い求めつつも、ちょっと見ている皆さんが手に取りたくなるようなものにしたいなっていう、なんかそこのバランスを取りたいなっていうふうに思っていて、今日はアンダーウェア3枚用意したので、ちょっとそれぞれ生地感とか形とかも違うんで、動きやすさとかをちょっと皆さんにレビューしつつ、皆さんからの見え方というか、どういうものだったら自分が実際に手に取りたいと思うかっていうところをコメント欄でぜひいろんなご意見をお伺いできたらなと思ってますので、よろしくお願いします。じゃあ早速1枚ずつ紹介していきたいと思います。じゃん。まず1枚目はエンポリオ・アルマーニのグレーの、ブリーフです。一昨年かなボディプロフィールを撮った時に同じブランドの白のブリーフ履いたかなと思うんですけど、形結構気に入ってて、今回はちょっとグレーで用意してみました。多分動きやすさはこれが一番なのかなと思いつつ、やっぱブリーフタイプって拒否感がある人もいるかなと思うので、そのあたりもちょっと見え方含めて今日検証していきたいと思います。はい。ということで、今回もルックブックやっていくんですけれども、一旦ね、また前からと横からと後ろからとっていうところで見せた後に、今回はジム借りてるので、スクワットとルーマニアンデッドリフト、ダンベル使ったやつをやっていこうかなと思います。はい。こんな感じで3枚ともやっていくんですけど、動いたところを見せたくて、で、家でやるよりは、ジムの方がなんか爽やかに見えたりとか、こう、生々しくならないかなと思ってジムで撮ったんですけど、思った以上になんか怪しいビデオみたいになっちゃって、せっかく撮ったんでね、動画化してるんですけど、ちなみに感想また後でゆっくり述べるんですけど、すごくこれは動きやすかったです。ブリーフタイプ。エンポリオ・アルマーニのブリーフすごくおすすめなので、はい、形的にも挑戦しやすいと思います。2枚目は、じゃん。こちらのトゥートのローライズボクサーです。トゥートはこのアンダーウェアのルックブック多分解禁賞かなと思うんですけど、日本のゲイだったら誰でも知ってるブランドかなと。で、ローライズボクサーってことで少し股上とか股下がちょっと短めっていうところと、生地がね、ちょっとこれ、照明で多分あんま伝わんないだろうなと思うんですけど、ちょっとこうモコモコしてる感じの、はい、生地で、これからも暖かくなっていくんで、微妙かもなんですけど、はい。こんな感じですね。可愛いです。グレーにブルーの腰ゴムって感じです。はい。ということで2枚目、トゥートのローライズボクサーを履いております。またこちら生地がちょっと特殊なので、後で自宅に帰ってから明るい照明で見せようかなと思うんですけど、このジムまた一つレンタルジムで失敗したのが、思ったより光が入らないという。そのせいでこの暗がりな感じがまた怪しい雰囲気になってしまったのと、単純にパンツの色味っていうのが伝わりにくいなっていうところで、はい。後でね、明るいところでお見せするんで最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。テュートに関しても見た目的には結構パツパツにもしかしたら見えるかもしれないんですけど、厚みのある生地の割にはこうきちんと伸びもあって、でもその一方でお尻をこうキュッと引き締めてくれるような、上げてくれるような感覚もあって、やっぱりこうゲイ界の王様っていうようなポジションだと思うんですけど、日本だとなんかその理由があるなっていうのを改めて感じました。続いてラスト3枚目はこちら。ポール&ジョーのボクサーパンツです。ちょっと後ろの色と被ってて、今日ここの場所選んだの失敗だったかなと思うんですけど、緑がかったブルーに、猫ちゃんが描いてあるような感じですね。ポール&ジョーも過去に多分取り上げたことあるんですけど、この猫のマーク載ってるのが多くて、個人的になんか可愛くて好きです。あと唯一今日、ここ前開きですね。あんまり前開きのもの普段買うことないんですけど、デザインが好きで買いました。はい。ということで、ラスト3枚目はポール&ジョーの、ボクサータイプのパンツになります。これ見て伝わるかわかんないんですけど、生地が思ったよりちょっと薄めというか、フィットしやすい感じの生地でした。なのですごく軽く楽に履けますね。はい。はい。これも同じようにスクワットとルーマニアンデッドリフトやっていくんですけども、ここまで、さっきまでのブリーフタイプとかローライズボクサーに比べると、
股下が深くあるんですけど、動きづらさは意外となくて、ただやっぱ多少終わった後はこうずり上がってくるなっていう感じはありました。鼠径部のところが。まあでも特に違和感なくトレーニング自体はできたので、特にこう生地を選べばこう比較的布面積多めの股下とか股上が深めのものでも問題はないのかなっていうふうに思ったんですけど、皆さんはどちらがお好みだったでしょうか。これ以外のちょっと画角で撮ったものもあったんですけど、 YouTube 的にどこまで許されるかっていうのがちょっと怖かったので、はい、他の未公開シーンも含めてメンバーシップで、長編をね公開予定ですので、気になる方はそちらでチェックお願いします。はい。ということで、自宅に戻ってきました。ちょっとね、さっき借りてたレンタルジムの時間が差し迫っていたので、最後バタバタっとしてしまって、改めてちょっと紹介しようかなと思うんですけど、1枚目がこちらのエンポリオ・アルマーニのグレーのブリーフですね。ブリーフタイプなのですごく動きやすかったなっていう印象あります。で、これ結構後ろが意外とそんなに、なんて言うんだろう、ビキニほどこうお尻がガッて出る感じではないので、ブリーフの中では履きやすいのかなっていうのと、個人的にやっぱ腰ゴムは結構太めのやつが好きなんですよ。この幅が結構あるやつが好きなんで、もし自分で本当に作るんだったら少し腰ゴムは太めがいいかなと思うんですけど、皆さんいかがでしょう。特に細いのだとちょっと太り気味な時、お肉が結構乗っかっちゃってゴムがこうペロンってなるの分かる人いません？ちょっとぽっちゃり体型の人とか分かる人いませんか？なので結構この辺太めでいこうかなと思います。色もシンプルなグレーで結構可愛いんじゃないかなと思います。そして2枚目がこちらのトゥートのローライズボクサーです。生地がこんな感じでちょっとモコモコしてるんですよね。ただここの真ん中の部分に関してはちょっとこう化繊って言われるようなこうツルツルした感じの素材で、多分通気性をよく蒸れにくくしてあるんじゃないかなと。モコモコしてて特殊なやつなんですけど、さっき履いた感じだと別に違和感はなくて、こういう特殊な生地をなかなか自分で作ってなった時に使えるかって言ったら多分難しいかなと思うんですけど、あとはここの部分にキュッと上げてくれる感覚があるのはトゥートの結構特徴かもしれない。こういう真ん中に白いライン入ってる腰ゴムもね可愛いですよね。形としてはよくあるトゥートのローライズボクサーの形だったかなと思うので、見た目上はね皆さん参考になるんじゃないかなと思います。そしてラスト3枚目がこちらのポール&ジョーのボクサーパンツなんですけど、これ後ろのソファーの色とちょっとだいぶ似てて、さっきのジムでも似てたんですけど、なんか自分がこういう色が多分好きで、こういうミントグリーンとかなんかターコイズブルーみたいなやつが結構好きなんで買いがちなんですけど、ローライズボクサーとかブリーフってやっぱりこう布面積ちょっと少なめなので、布多めのボクサーパンツも用意したよっていうのと、色ですね。さっきグレーっぽかったと思うんですけど、両方とも。グレーとか、白とか黒とかネイビーとかだと普段履きしやすいかなとは思いつつ、なんか特別感があるっていう意味だと、こういうちょっと色味があるやつでもいいのかなって。別にこの色じゃなくてもピンクでもいいし、オレンジでも赤でも青でもいいんですけど、なんか色が少しこう鮮やかなものも皆さんの意見聞いてみたいなと思ったんで履いてみました。さっきジムでも少しお話ししたんですけど、今アンダーウェアを自分でちょっと、プロデュースっていうかちょっと作ってみたいなっていう気持ちがあって、別になんか会社立ち上げたりとかそんな大規模なものではなくて、1枚だけ作るって結構コストパフォーマンス悪いんですよ。一つ作るのにでもなんか生地選んだりとか、こうデザインをいろいろ頼んだりとか、サンプル品作ってもらうとかで、1枚のためにそんな5万10万、場合によってはもっとかけるのちょっとなかなかそこまでブルジョワじゃないのでせっかく作るのであれば、せっかく YouTube もやってるし、アンダーウェアのルックブックもやってるんで、見ている人にも何かこう手に取ってもらえたらいいなって少し思っていて、実際にパンツプロジェクト指導するかわかんないんですけども、ぜひ皆さんのね、ご意見、コメント欄で聞かせていただけたら嬉しいです。形だったり、生地だったり、あとは色味だったり、もしかしたら皆さんの声がそれに反映されるかもしれないので、ぜひぜひよろしくお願いします。ちなみに過去のアンケート取ったら、ローライズボクサーがいいっていう人が半数ぐらいいたと思います。多分半分ぐらいはローライズボクサーで、ブリーフと普通のボクサーが半々ぐらいだったかなっていう気がするんですけど、また今回履いてみたのをね、皆さん見ていただいて、いろいろ感じたところを書いていただけたら嬉しいです。それでは今回の動画参考になったなと思う人は、いいねとチャンネル登録、あとはメンバーシップの方もやっておりますので、ぜひチェックよろしくお願いします。それでは、バイバイ。